こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、香港の証券取引所 HKEX がビットコインとイーサの指数、バーチャルアセットインデックスシリーズの提供開始を発表しています。11月15日から米ドル建てでの提供とのことですね。で、また香港は財務長官のクリストファー・フィー氏が仮想通貨の減税、事業者のライセンス承認を年末までに検討していると声明を出したことも話題になってますね。ETF リリースから急速な展開となってますけども、今後香港方面からの開発が期待できるのか注目ですね。あとは米国のエモリー大学がグレースケールのビットコインミニトラストの保有を報告したのも話題になっています。額としては1500万ドル相当。今までアメリカの投資委員会とか、年金基金の保有は話題になってたんですけども、教育機関の保有は珍しいので、こちらも注目されています。あと先週の仮想通貨系 ETP の週間フローも出てまして、全体でプラス9億ドルの流入となっています。アセットごとではビットコインとソラナがプラスに対してイーサはマイナスと、市場の価格通りの結果となっています。国ごとでは米国、ドイツ、スイスがプラスで他がマイナスといった状況ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス 1.6 億ドルの純流入を記録しています。フィデリティ、ビットワイズ、アーク、グレースケールのミニからの流入が見られますね。先週から4日連続の流入となっています。ただイーサは相変わらず流入が見られずですね、全体でもマイナス300万ドルの純流出となっています。香港もビットコインイーサともにゼロとなってますね。あとオンチェーン関連では先週ベーセフのアドレスから2000万ドル相当の不正流出が観測されてましたけども、このチャンネルの動画公開後すぐ回収されてまして、約1900万ドルがベーセフのアドレスに戻っています。当初はもうね、資金洗浄に動いてて、もう戻らないだろうと思われてましたけども、ほぼ解決したみたいですね。何があったんでしょうかこれなら残されたビットコインの流出も大丈夫そうではありますね。ビットコインの価格は現在7万ドルの攻防となっています。昨日発表された注目指標はありませんけども、週明けにですね、自己過半数割れからのブラックマンデーが警戒されてましたが、結果的には日経平均は上昇した形となりまして、でその後ビットコインも上昇した展開となりました。要因としては市場が下向く政策を展開しようとしている石破首相、与党の政策が通らなくなることで、金融緩和や減税の期待から上向いたとされています。米国債は 4.268 を推移しておりまして、ナスダックが2351、S&P 500が5831、ダウ平均が42387、金ゴールドが2750ドル、日経平均が38849円、ドル円が 152.87 円となっています。金がまた上向いてますね。個別株の方ではマラソンなど筆頭にですね、マイニング株が比較的強くなっています。ジェフェリーズがコアサイエンティフィックの目標株価を19ドルに引き上げてまして、買い評価としたことも注目されています。株価はマラソンがプラス 11%、コアサイエンティフィックがプラス 6.21% を記録しています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 7.17%、額としては411億ドル相当、再度 ATH 更新となっています。比率としては全体ではロングが 53%、バイナスミやショートが 62.9% と上襟になっています。今後の指標としては本日10月29日に米上率 QG 係数9月、米コンファレンスボード消費者信頼感指数10月、10月30日にオーストラリアの CPI、米 LP 雇用者数、ユーロ、米実質 GDP、米中古住宅販売制約指数9月、10月31日に日銀の政策金利、米 PC デフレーター、米シカゴ購買部景気指数などが控えております。他アナリストの見解ではですね、米選挙前は買いだけども、選挙後は売りの展開になるとか、あとは先日のマイクロソフトの取締役会にビットコインの項目が記載されてたことから強気が期待できるというですね、ティアキャピタルなどの見解が注目されています。で先週末の動画で、ブラックマンデーが警戒されててもですね、週頭に上にブレイクして7万ドルに向かうんじゃないかと、個人的な見解を述べましたけども、当たったんじゃないですかその前の動画はですね、そのテザーと中東情勢のサプライズから大外れでしたけど、サブチャンのね BCG も非常に好調でしたし、やっぱり逃げ波がありますね。チャートだけ見たら一時7万300ドルをつけてまして、7万ドル突破となってます。時間足ではまだ完全に抜けきれてないですけども、シュアシを見ると下髭からの上値更新と強い形になっています。で指標としては本日9時半から23時までですね、米関連の需要指標が並んでおります。で注目されているところでは23時の米上率 QG 係数、
米コンファレンスボード消費者信頼感指数ですね。で、事前予想では、ジョルツが前回を若干下回る予想、消費者信頼感指数が前回を若干上回る予想となっています。で、下への圧力としては、明日の米 DP 雇用者数や米 GDP の警戒と、あとは月末、チャートの7万ドルの抵抗あたりと。で、上への圧力としては、ETF が依然好調な点と、先物の OI が ATH 値を更新している点ですね。市場全体としては調整、ビットコイン単体としては強気継続という見方なのかなと思いますけども、総合的には若干下が優勢なのかなと個人的には思っています。本日23時の指標あたりにですね、どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2580ドル、BTC 建ては 0.0368 と、先物の方では OI は全体でプラス 6.4%、額として137億ドル相当、比率として全体ではロングが 51.6%、バイナス意味はロングが 73.4% と上入りになっています。他アナリストの見解ではですね、先の TVL、オンチェーン状況や価格的な面を見てもですね、イーサ以上のパフォーマンスが出せる L2 やソラナにユーザーが移動してるんじゃないかというですね、クアークチェーンらの見解が注目されています。BTC 建てはもともと見てた 0.035 の前ですね、その 0.036 で反発した形となってますけども、ETF オンチェーン状況に未だ回復が見られずですね、週が変わっても厳しい展開が続いています。時価総額ランキングも2位からの転落もささやかれ始めてますけども、何かしら転機がないと全然あり得る話ですね。直近で期待できることとしては、ETF のステーキング要項追加とかですけど、それもね、不発に終わると、いよいよ厳しくなってくるんじゃないのかなと、個人的には思ってます。チャートだけ見たら、ドル当てではそこを維持してますけども、BTC 建ては特にまだ行き差しが見えないと、状況は変わってません。こちらも本日23時あたりにですね、どのように動くのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。米大統領選の投開票まであと1週間となってますけども、ポリマーケットの方では依然トランプ候補が 66% とリードとなっています。で、結局ハリス陣営からはですね、この前の黒人優遇政策が、仮想通貨系の政策ということで、そこから進展ないんで、仮想通貨界隈的には完全にトランプ推しが強まってるのかなと思います。で、選挙戦の予測はこのポリマーケット以外にもですね、カルシやロビーフッドなども展開してるんですけども、そこでもトランプ候補がリードとなってますね。あと他では FTX がバイビットへの訴訟取り下げ和解となってます。で、これは FTX 直時にですね、バイビットが FTX の破綻直前に FTX から資金を出金して、で、自分たちのところにある FTX の資金を出金させなかったということで、揉めてたんですけども、今回和解となっています。で、バイビットに保管されている FTX の資金、1.75 億ドル相当の資金は FTX に返還されて、FTX が所有しているビットトークンはバイビットに5270万ドル相当で売却すると、合計約 2.28 億ドル相当が FTX に返還されることになって、債権者分配に充てられるとされています。以前まではね、この FTX のファンダが出るたびに FTT でのババ抜きが行われてましたけども、現在はね、閑散としてますね。あとその他資金調達関連では、ロールアッププラットフォームと呼ばれているジェラートが1100万ドル調達、分散型福利厚生プラットフォームクラフトが200万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日このところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。